流されて。あいつと一緒に丸木橋を渡っていたら、背中を押されて谷川に落とされてしまった。落ちる途中で気を失ったくらいだから、かなりな落差があったはずだ。気がつくと、私は谷川を流されていた。あいつの罠にまんまとはまったわけだ。二人だけで山歩きしようなんて誘われて、のこのこ乗った私が愚かだったのだ。今さら悔やんでも仕方ないけど、まさか突き落とされるとは思わなかった。もう私は流されてゆくしかないのだ。川はすでに谷川と呼べなくなっていた。流れは緩やかになり、幅も広くなっていた。水面に浮かんでも山並みは消えてしまい、川沿いに人家や看板などが見えたりした。水面に浮かんでばかりもいられなかった。空から鳥が急降下してきたりするからだ。どうも私の目玉を狙ってるらしい。水中に潜れば魚につつかれたりする。縄張りというものが魚にもあるのだろう。時々川の底を転がったりもする。石ころに当たってあざができることもあった。お姉さん、何してるの？水面に浮かんでいたとき、声をかけられた。橋の欄干から男の子が見下ろしていた。あら、見てわからない？わかんない。私ね、流されているの。どうして？いろいろとあるのよ。わかんないな。大人になったらわかるわよ。あいつにもこんな時代があったんだろうな。大人になんかならなければいいのに。見えなくなるまで男の子は橋の上にいた。ずるずると私は流されてゆくのだった。警察官に不審尋問されたこともあった。おい、そこの君、何をしておるのか？慌てて川底まで潜って水を濁した。友達や親兄弟に説得されたこともある。流されてばかりいてはいけないぞ。一度くらい流れに逆らったらどうだ。無様な水死体のふりをしてやった。そんな風に私は流され続けるのだった。あいつの顔なんかもう忘れてしまった。夜、川に流されながら星空を見上げる。そんな時、ふと私は思ってしまう。どこまで流されたら川は終わるのだろう。いつまで流されたら海にたどり着くのだろう。もう十分大人になっているはずなのに、ちっとも私にはわからないのだった。いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。今回は、とめ館長さんのブログ、とめ文芸館より、流されてという作品をご紹介いたします。
私も一体どこまで流されたら止まるんだろうって思っていました。流れに終わりはないと思います。この作品の中に登場する私は、もうすぐ流れが緩やかになってどこかに止まると思います。止まってもそれで終わりではありません。それから先も人それぞれです。とりあえず起き上がって周りを見回してみる。すると、案外陸上をスタスタと歩いていると思っていた人が全身ずぶ濡れだったり、あんな高いところで手を振っていると思っていた人が、実はものすごく足場の悪い道を歩いていたんだと知ったり。私は今、険しい崖を這うように登り、日々体に鞭を打ち、なわけもなく、宝くじが当たった時の使い道とか、猫の寝顔を見てニヤニヤしたりと、平坦な方へ、楽な方へと、ある意味、これも、流されてですね。